それでは筆の洗い方についての解説をしていきます。筆の洗い方も中間まで折りている筆と全部折りている筆では洗い方が全然違ってくるので、両方の洗い方をお伝えしていきます。まずはじめに中間までしか下ろしていない筆ですね。真ん中までしか墨がついていない筆の洗い方を解説します。これ今どういう状態かというと、ここの部分だけが降りている状態で、ここの部分はまだ糊で固まっている状態です。これを洗っていきたいと思います。まずですね、水の温度も大事なんですよ。これ夏場のプールぐらいの感じの温度分かります？ぬるま湯。熱すぎてもダメだし、冷たすぎてもダメなんですよ。夏場のぬるいプールあるじゃないですか。あれぐらいの温度イメージしてください。で、いい感じのぬるま湯になったら、いらないコップ、紙コップでも何でもいいですよ。に水を溜めてください。こんな感じです。で、これ今教室のシンクだからいいんですけど、自宅で洗う時とかって周りに飛び散るのとかすごい嫌じゃないですか。なので、こういったコップを使って洗うのがおすすめです。で、どうやって洗うかというと、全部つけちゃダメですよ。この墨がついているところ、真ん中まで水に浸します。で、こうやって軽く振りましょう。で、あんまりゴシゴシ洗うと筆傷んじゃって毛抜けたりとか毛が切れたりとかする原因になるので、絶対にゴシゴシしないでください。優しく丁寧に扱います。こんな感じで一回流します。で、なんでぬるま湯じゃなきゃいけないかっていうと、墨の成分ってに変わってコラーゲンなんですよ。動物のコラーゲン使ってるので、水だと固まっちゃって落ちないんですよね。なので、ある程度ちょっとぬるいのの方がコラーゲン質が落ちて綺麗になります。で、全くこすったらダメなんじゃなくて、こういう部分はこう指の腹を使って優しく落としてあげるといいです。で、これの繰り返しなんですよね。そうすると墨がまだグレーですね。透明になっていきます。だいぶ白くなってきましたね。もうだいぶ墨出なくなってきましたよね。よし、いい感じ。この程度で十分かなって感じですね。真ん中までしか降りてない時って根元に墨入り込んでるわけではないので、めちゃくちゃ真っ白になるまで洗わなきゃいけないっていうわけではないです。で、ある程度落ちたらこれで大丈夫です。最後大事なのがこの向きを揃えてほしいんですよ。この毛の部分、これまっすぐなるようにしましょう。これがねじれてたりとかすると、乾いた時に変な癖ついちゃって次描きづらくなっちゃうんですよ。なのでこうやって筆先を整えておくっていうのが大事なんですよね。で、最後なんですけど、このまま寝かして乾かすのはダメです。なのでこういった筆かけなんかを使ってこうやって吊るしておいてください。こんな状態で、なんで吊るさなきゃいけないかというと、こう寝かしておいたらこっち側にこう水分が上がってきちゃって糊取れたりするんですよ。そうしたらめんどくさいので、必ず吊るして乾かすようにしましょう。そしたら糊の固まったのが保たれた状態になるので、半分まで降りていない時の洗い方はこんな感じなんですね。じゃあ次です。全部降りてる筆の洗い方に行きますね。さっきまでの中間までしか降りていないのとかわけが違って、全部洗っていきます。で、この時水出しっぱなしにしましょう。それでこうやって根元の方から洗っていくんですね。この時トン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 と軽く叩くようにして洗っていきます。この時も優しく丁寧に扱いましょう。で、あんまり強く叩きすぎると毛が切れたりとかして筆が傷む原因になってしまうので、軽く叩いていきます。で、ポイントはこの根元に入り込んだ墨まで落とすってことなんですよね。なので、ただこの流水に当ててるだけだと根元に入り込んだ墨って落ちてきてくれないんですね。なのでこの軽く叩くっていうのがポイントなんです。で、そうするともうあっという間に墨出なくなってきました。コップに水溜めてやる方法よりもすぐに洗えるので、半分まで降りてる人ももう全部下ろしちゃって洗うっていうのも全然ありです。その場合はまた筆を復活させる必要があるので、そのやり方も今からお伝えしますね。でもあっという間に墨出なくなりましたね。もうこれで十分かなって感じです。で、次ここポイントです。超ポイント。このまま乾かしたらボワってまとまりのない筆になっちゃうので、最後いきます。超ポイントです。見てください。
ますか？筆を回しながらこうやって筆の中心に向かってこうやって押してってるんですよ。360度からこうやって筆をこういう風に押してってください。そうすると一度開いた毛がまたシュッと戻って描きやすい筆になります。これ筆屋さんに伝授してもらった方法だから間違いないと思います。でこんな感じでまた最後この毛の向きをちゃんと揃えてください。これがねじれたりしてるとまた乾かした時に変な癖がついちゃうので、こうやって整えましょう。はい、いい感じです。そしたらまたさっきみたいに筆掛け持ってる人は筆掛けにこう吊るしてください。筆掛けがない人もいらっしゃると思うので、そういう場合は洗濯バサミとかに吊るしてください。何でもいいんですよ。 S 字フックみたいなやつに吊るしてもいいし、なんか工夫してみてください。寝かせて乾かすのだけは絶対にやめましょう。特にこの根元まで洗った筆っていうのは寝かして乾かすことで根元がカビてしまうんですね。でこの竹の部分も傷んでしまったり割れてきたりする原因になるので、絶対に吊るすっていう方法で乾かしてください。2通りのパターンでご紹介しました。でこのように根元まで折れてしまった筆は乾かした状態になると、こんな感じになるんです。この状態で例えば半紙練習をまたしようってなったら、もう全然筆が言うこと聞いてくれないというか、初心者には扱いづらい筆になってしまうんですね。なのでまた書きやすい筆にするために、この筆の腰の部分を復活させる必要があるんです。でその復活のさせ方というのもご紹介していきたいと思いますね。用意するものはハサミと、可愛くないハサミですね、すいません、糸です。糸は本当に何でもいいんですよ。100均にあるようなこういう家庭用の糸でも大丈夫です。色も何でもいいですよ。でこの全部下ろした筆に糸を巻いていきましょう。長さも本当最初適当でいいですよ。私だったらこのぐらい30センチ以上あるかな、50センチぐらい、それも好みなんです。はい、糸用意しました。でこれを洗った筆に巻いていきます。濡れた状態に今なってますけど、乾いてからでも大丈夫なんで、こうやって根元の方から順に巻いていきます。くる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 。こんな感じですね。で初心者の場合この辺まで巻いてもいいかなって感じですね。上級者の場合はこのぐらいでもいいです。書きやすいのはそりゃ腰の範囲が広い方が書きやすいんですよ。扱いやすい。だいたいこのぐらい3分の1ぐらいを目安に巻いていきましょう。それから肩結びをします。結び方なんてないですから、もう適当でいいですよ。肩結びでこの部分を切っていきます。はい、こんな感じで切りました。完成です。でこの状態で、また吊るしておけばすぐにまた次使えるっていう感じですね。でさっきちょっとバラバラになっちゃうのでまたまとめます。でさっき中間までしか下ろしていない筆はここまでしか洗ってないので、根元に糊が残ってるから、そういう糸巻いたりとかってする手間が省けるんですよね。その手間が面倒くなければ全部洗っちゃってもいいと思います。てか洗っちゃった方が筆のためかもしれないですね。面倒くさかったらここまでしか洗わない。いいですね。で筆の洗い方と筆の復活法の解説は以上になります。